はい、どうもジェルカギターセナです。今日はですね、見ての通りギターを持ってですね現れたわけなんですが、ついに今日はギターについて語っていこうと思います。本当はギターとかはねライブで見てほしいので YouTube はギター以外のことを届けられたらなと思っていたんですけど、このままだと一体何人間なんだと初めて YouTube を見た人とかはそう思うんじゃないかなと思ったので、今日はギターについて語ろうと思ったわけです。今日はタッピングというテクニックを紹介しようかなと思うのですが、僕はかなり楽曲の中で多用するテクニックなのでマニアックな視点から語れるのではないかなと思いまして、今回タッピングを解説しようかなと思っております。それでも初心者の方とかでも見て分かりやすいような内容にしていくので、マニアックな内容あり分かりやすい内容あり、このね2本柱でセナ流の、タッピングをお届けしようと思っております。それでは早速始めていきましょう。はい、ではさっき言ってたタッピングとは何ぞやという話だと思うんですけど、タッピングは今やったような感じで右手で指板をこんな感じでタップして音を出すのがタッピングと呼ばれる奏法になります。で、タッピングという奏法のメリットなんですけど、一番、大きなメリットとしては音のインターバルが開いているようなフレーズでも楽に弾ける。例えばといったようにストレッチでは弾くのが割としんどいフレーズでも右手のタッピングを使うことで簡単にインターバルが増やせます。で、1つ目のメリットにだいぶ近いんですけど、頑張ってストレッチしている頑張ってる感が減らせる。特にライブを想定したシーンとかではかなり有効で、ライブって結構ギターの位置下げるじゃないですか。最近では上げてる人も多いですけど、今でもギターの位置を下げてる方多いと思うんですよ。で、ギターの位置を下げるとどうしてもストレッチがしづらくなってくる。手が辛いんですよ。でもそういう時に右手を使えばギターのポジションが低くても割と対応できるので、かなりライブユースだなと僕は思っています。で、こんな感じでタッピングとは何ぞやというのがなんとなく分かったと思うので、次は実際にどんな感じで弾いていけばいいのかっていうのを、早速解説していきます。まずどの指でタッピングすればいいのかって話なんですけど、僕の大まかなおすすめはまず人差し指と中指です。で、薬指と小指に関してはおすすめはしてます。僕の楽曲の中でもたまに薬指も使う楽曲があるんですけど、それは人差し指か中指がもうすでに使ってる時に奥の手みたいな感じで出てくるフレーズで、基本的にその薬指と小指がメインになることは僕はもうおすすめしてます。で、僕のおすすめっていうかセナ流は中指です。中指でタッピングします。で、なんで中指がおすすめかというと、基本的にピックって人差し指と親指で挟んで持つじゃないですか。その時に中指は空いてるので、何かフレーズを弾いてる時でもタッピングの指として使いやすいというメリットがあります。例えばスイープを弾いていてこんな感じでスイープの合間に入ってくるタッピングとかでも中指だと楽にできますね。たまに僕が見たことある中で中指と親指にピックを持ってわざわざその時だけ持ち替えてスイープの時に人差し指でタッピングするという人を見たことあるんですけど、そのためにわざわざ持ち替えてやるんだったら、僕的には人差し指と親指で挟んでその中指使った方がロスは少ないかなという感じで思っていて、そういった意味でもセナ流でいくならタッピングは中指でいい。で、人差し指と中指のそれぞれのメリット、中指は今言ってたようにフレーズの切り替えピッキングしながらでもすぐにタップできるっていうところがメリットで、人差し指にも、僕はあまり人差し指でやらないんでそこまで人差し指について多く語れないんですけど、僕が感じた中でメリットとしては、最初にタッピングをやるときは人差し指の方が若干器用に動くと思います。若干音の粒的にも人差し指の方がいいのかなって、僕はそうだったんですけど、でもそれも練習次第で全然器用に動くようになるので、そういった意味でも中指がいいかなと思ってます。で、タッピングをやる上で迷うところが出てくると思うんですけど、それはタップを
このように下に向かってするのか、それともこのように上側に向かってタップをするのかという2つで迷うと思うんですけど、セナリオで行くんでしたらタップは上側ですね。っていうのは、上側にするといいことがありまして、例えば1弦でやるとすると、下に行った場合芝の外にこう手が残る状態なんですね、タッピングした後に。けどもし上にタップをした場合、芝のこの上に手があることになるので、もし次にもう一回タッピングをしなきゃいけないとか、どっかの弦をピッキングしなきゃいけないとかっていう場合でも手が残っているので、次のモーションを起こせるチャンスがあるんですよ。でももし下に行って外に行ってた場合に、次じゃあピッキングします、もしくはタッピングしますって言った時に、ちょっと動作がこの戻る分多くなってしまうので、若干こうロスが生じてしまうんですよ。でそういった時に上側にタッピングしていると手がまだ残っているんで、次モーションを起こせるチャンスが出るっていう、そういった意味で上側が僕的にはおすすめですね。で上側って言っても実際には完全に上じゃなくて、イメージとしては斜めにこう引き寄せるような感覚なんですけど、それは何でかっていうと、ピッキングとかをしてると基本的にこのような入射角になると思うんですよ。ちょっと斜めというか。でそのピッキングの延長でタッピングとかを複合的にこう混ぜていく、スイープの間にタップとかを入れていくことが多いので、その場合に上だと手首のこういう動きを加えてあげないと、上側に厳密にこう真上にタッピングすることできないんですけど、斜めだと手のこういう動き、指の屈伸だけでできるので、斜めに、厳密に言うと斜めのイメージになっていきますね。でどの辺まで斜めか、逆に横に行き過ぎるとアタックがないタッピングになってしまうので、それはあんまりよろしくなくて、かといって上だと手首のこの動きが出てくるのでちょっとロスが多くなってしまう。でその間の指の屈伸でちょうどよくアタックも出せるし、動きのロスもないというところを、こればかりは感覚で養っていくしかない部分なんですけど、どこまで行ったらアウト、どこまで行ったらセーフ、どこまでだったらセーフ、そういったのをしっかりと身につけておく必要がありますね。でタッピングは、指でこうタッピングしているようなイメージがあると思うんですけど、実際には結構スナップでアタックを補強しています。でこのスナップを何で使うかっていうと、指先だけでやってもらうと分かるんですけど、あんまこう力が入らないんですよ。力が必要なく弾けるのがエレキギターなんですけど、タッピングとかに関してはアクセントがどうしても失われがちなので、手首のスナップも効かせてあげてアクセント僕は入れてますね。で見ると結構指だけでいってるように見えるんですけど、それは手首のスナップの動きが最小限であまりこう大げさにやってるように見えないだけで、実際にはこう手首の動きも入れてアタックを補強しています。でアタックを補強するから手首は使うんですけど、ここで腕からいってしまうとそれは NG で、なんでかっていうと、一つは狙っている指板の精度が悪くなるっていうのと、あと一つは基本的にタッピングは手刀部分でこうミュートもかけながら行いたいので、腕からいってしまうとそのミュートができずノイジーなタッピングになってしまいますね。例えばこんな感じでちょっとノイズが鳴りやすくなってしまうので、左手でもノイズが鳴らないように工夫しているので、ノイズは左手でも防げるんですけど、よりノイズを防ぐという意味でも右手は腕からいかずにちゃんとこうミュートしてやってあげる。で腕からいくとさらに精度も悪くなるので、できるだけこう近い位置でタッピングを行った方がイージーに音が済みますので、ここは腕からいかずに手首のスナップでアタッカー補強で、指先でこうコントロールみたいなイメージを持ってもらえるとかなと思います。で、ここでですねタッピングの詳細を解説してきたんですけど、最後はタッピングを実践で使う上でのイメージについて解説していきたいと思います。イメージは2つありまして、1つは右手の指でピッキングをしていくイメージ、もう1つは左手主に使うこの4本の指にもう1本指をこう追加したイメージでこの右手を使います。でそのイメージを養うのにちょうどいい練習フレーズがあるので、実際にちょっと解説していきたいと思います。はい、どこのフレットでもどういう感じでもいいんですけど、僕はそうですね、15フレットあたりでいつもやってるんですけど、
1つは4弦から1弦まで1本の弦につき3音鳴らして上昇していき、下降の戻る時にタッピングで音をつけて4音にするっていうフレーズですね。これで左手にさらにもう1本追加したようなイメージを養うことができます。実際に弾いてみます。こんな感じで4弦から1弦に上昇するときはハンマリングで、逆に1弦から4弦に戻るときはタッピングをして戻っていきます。特にハンマリングから移り変わるとき1音大事にしてやってみると、左手にさらに指を追加したようなイメージで弾くことができるのではないかなと思います。はい、じゃあ次に右手中指でピッキングするというイメージを養うトレーニングを実際に弾いてみたいと思います。これはさっきのフレーズのタッピングをするタイミングを逆にした4弦から1弦に上昇するときはタッピングをして進めていく、で逆に戻るときはフリングで戻っていくというフレーズになります。実際にやってみます。はい、こんな感じですね。これで右手の中指でピッキングしていくようなイメージ、ピッキングをしてしかも1音付け加えるようなイメージでやれるとより良いと思います。で今言ったようにこの右手で1音加えてさらにピッキングするという感覚、この感覚はかなりオリジナル曲とかでギターソロを弾く時とかに役に立ってくるので、ぜひこの感覚は身につけたいなというところですね。っていうのもこの3音のフレーズだと、例えば拍にジャスト3音3音っていう、3連符みたいなフレーズがあるとして、ここ3連符だとちょっと遅いんだよなみたいな時にタッピングでピッキングをしながらなおかつ1音付け加えるというイメージでいると、4音なので16分音符として弾くことができて、アレンジする上でも重宝するテクニックになるかなと思います。僕も実際ジェルカの楽曲の中で3連符だとちょっとスピード感がないなって言った時にタッピングを使って1音増やして、例えば3連符から16分音符にしたりとかしてリズム面でアレンジのフックとして使っています。はい、今みたいな感じで自分がタッピングをすることによってどういうふわりの変化になっていくのか、そういうのを自分の頭の中で理解していると、実践のフレーズやちょっとしたアドリブみたいなのを弾く時とかに有利だと思うので、タッピングで自分がどういうふうに音を足しているのか、どういう感覚で弾いているのかっていうのは身につけておきたいところだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですねタッピングを題材に語ってみました。他のねテクニックもまた機会があれば語れればなと思っておりますので、よろしくお願いしますと言いたいところなんですけど、続きはですねやっぱりギタリストセナとして活動していますジルカのライブで見てほしいので、ぜひ足を運んで見てもらえたらなと思っております。それではジルカセナでした。